自動車メーカーを転職して大手一金属メーカーでデータ解析をしながら趣味で動画を作っているバレーボール大好きアラフォーの私京介がお送りいたします。今回はリクルートで組織改革に携わり、現在は株式会社モチベーションジャパン代表を務める松岡康正さんの著書、こうして社員はやる気を失っていくをご紹介したいと思います。共感の声が続出し、10万部を突破した人気の一冊となっております。この本にはマネジメントをする人、すべての人に知ってほしい心理学の知識と職場でどのように活用できるかのノウハウが詰まってるんですね。皆さんの周りにも仕事はできるんだけど人の気持ちはわからないというような上司はいらっしゃいませんか？ぶっちゃけ私の前職にもそういう方は結構いました。でも人の気持ちがわかる管理職層の方もおり、直属の上司ではなかったのですが、この人にはついていってもいいなと感じたことがあるんですね。そのような部下に尊敬される素晴らしい上司になるためにも、この本は絶対に読んでおきたい一冊となっております。本の目次はこのようになっております。第2章についてまとめた動画はこちらのサムネイルの動画になっているので、よかったら見てみてくださいね。今回の動画は第4章のこうして社員が変わり会社も変わっていく組織心理に基づいたマネジメントについてポイントを厳選して説明していきたいと思います。ストーリー形式で説明していきたいと思いますので、登場人物をもう一人ご紹介したいと思います。最近リーダーになって部下のマネジメントに苦しんでいる浩平さんです。本日はよろしくお願いいたします。本日はよろしくお願いいたします。今回の動画がためになったという方は、いいねボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それではストーリーをご覧ください。いやー、最近ちょっと悩んでますね。若手がなかなかチャレンジしようとしたいんですよ。言われたことはちゃんとやるんですけど、自分から動くとか、新しいことに挑戦するっていうのが全然見られなくて。それいろんな職場で聞く話ですね。でも実はそういうチャレンジしないっていう行動にもちゃんと理由があるんですよ。そうなんですか？単純にやる気がないとか、最近の若い子はってことじゃないんですね。もちろんそんな単純な話ではないです。人が難しいことに挑戦しようと思うには、この行動をしたらこういう結果が得られるってイメージできることがまず必要なんですね。これを結果予期って言うんですよ。結果予期？はい。例えば、英語を勉強する場面を想像してみてください。なんで英語やるのって聞かれて、なんとなくって感じだとなかなか続かないですよね。それわかりますね。トイックの点数を上げたら海外研修に行けるみたいな目標があるとやる気になりますよね。そうです。それがまさに結果予期です。行動の先に具体的なチャンスや望ましい未来がイメージできると、人は前向きに動けるんですよ。なるほど。ということは、うちの若手たちは、チャレンジの先にある見通しが曖昧なのかもしれませんね。やってもどうせ評価されないとか、意味があるのかわからないとか。その可能性はありますね。でも実はもう一つ大事な要素があるんですね。それが効力予期っていうものなんです。また新しい単語が。簡単に言うと、自分にそれができそうかどうかっていう感覚なんですね。やった方がいいのは分かっていても、自分には無理かもって思ってると、結局行動できないですよね。それすごくわかります。例えばプレゼンとかでも資料を作るのが苦手、うまく話せない気がするって思ってると、そもそもやる気になれないですもんね。まさにそれです。このできそうという感覚をセルフエフィカシー、自己効力感というんですね。実はこれ、やる気や行動を引き出すためにめちゃめちゃ大事なんですよ。じゃあリーダーとしては、やればチャンスがあるよと同時に、君ならできるよって伝えることも大事ってことですか？そうです。さらに言えば、小さな成功体験を積ませるとか、やり方を一緒に確認するとか、先輩の成功事例を見せるなんかも効果的ですね。そうやって少しずつ自分にもできるかもって感覚を育てていくんです。なるほど。チャレンジする勇気って、やれば結果が出そうだという見通しと、自分でもやれそうだという自信、どっちも必要なんですね。おっしゃる通りです。だからこそリーダーは部下に結果予期と効力予期の両方を持たせられるような言葉やサポートを心がけた方がいいんですよ。確かに、最近の若い子たちはモチベーション低いなって思ってましたけど、そんなことないんですね。そうなんです。サポートの仕方を変えるだけで部下の行動や姿勢も変わっていきますよ。わかりました。結果予期につながるような仕事の仕組みを取り入れるのはリーダーにしかできない仕事ですね。いずれにしろ両方を伝えるように意識しています。
うちのチームは指示されたことは淡々と行うんですが、自分たちで考えて行動するということはしないんですよね。なんかやる気の波が感じられないというか、もしかしたらそれは見えない報酬が足りてないのかもしれませんね。見えない報酬。はい。例えばマズローの欲求階層論ってありますよね。人間の欲求を5段階に分けた理論です。ああ、なんとなく覚えてます。ピラミッドのやつですよね。承認欲求とか自己実現とか。そうです。その中でも職場で多くの人がまず初めに求めるのが社会的欲求と承認の欲求なんですね。仲間に必要とされたい、認められたいっていう気持ちですね。確かに、頑張ってても誰にも気づかれてなかったら、やる気って続かないですよね。だからこそ、ありがとう、助かったよっていう言葉の報酬がめちゃめちゃ大事なんですよ。例えば、昇給や昇進って外発的動機づけにはつながるんですね。要するに、給料を上げたいから頑張ろうというようなことが仕事の動機になるということです。でも実は、外発的動機っていうのはあんまり長続きしない動機なんですね。そして褒めることも実は外発的動機づけの一つなんですけど、不思議なことにこの褒めるという言語報酬は昇給や昇進と違って内側からのやる気、つまり内発的動機づけを高める力があるんですよ。これをエンハンシング効果と言います。へえ、外からの言葉なのに内側のやる気を強くするんですね。そうなんです。だから最近の企業では感謝を積極的に言うようにしたり、成果を共有する場を設けて従業員を称賛したりして、承認欲求を満たす仕組みを整えているところが増えてるんですよ。うちもそういうの取り入れた方がいいかもしれないですね。ちなみに、自己実現の欲求って一番上にありますけど、もっと特別な人の話なんですよね。そうですね。自己実現の欲求に該当するのは、自分の力を活かして社会に貢献したいとか、大きな目標に挑戦したいっていう方ですね。創業社長や理念に本気で取り組む幹部とか、若くても社会的な意義を求めて頑張る人たちは、このレベルにいることが多いですね。でも実は、承認欲求が満たされていくと、自分はもっとやれるかもしれないと感じて、自然と次の段階である自己実現の欲求に向かう人も多いんですよ。なるほど。認められてるっていう発信談があるから、次に進む勇気が出るんですね。そうです。だから例えば、最近すごく頑張ってるねって伝えた上で、〇〇さんだったら、次はこんなことも挑戦できそうですねって声をかけてみると、目の前がパッと開けることがあるんですよ。そういう一言って意識してないと出てこないですもんね。そうですね。だからこそ、この欲求階層論が頭に入っていると、今、この人はどの階層にいるかが見えてくるんですね。それが分かれば、自然と接し方や声のかけ方も変わってくるんですよ。リーダーって成果は見るだけじゃなくて、その人が欲求の状態をちゃんと見て関わることが大事なんですね。おっしゃる通りです。よし、まずはありがとうの一言から始めています。それと、これからはもっと部下の行動を観察して、具体的な行動についても褒められるようにしていきたいと思います。それだけでチームの空気は本当に変わりますよ。最後に個人の力を最大限に引き出すためのサイクルでもある経験学習モデルについてご説明しますね。これはアメリカの教育理論家デビッド・コルブさんが提唱したもので、人は経験から学ぶというシンプルな理論なんですね。初耳です。それってどういうモデルなんですか？はい、これは4つのステップをぐるぐる回していくものなんですけど、順番がすごく大事なんですよ。まず1つ目は具体的経験です。これは実際にやってみるということです。新しい仕事とか、ちょっと背伸びした業務を任せるってことですね。上司としてはこういう経験をしてみてはいかがですかと、本人に合ったストレッチ目標を与えるのがポイントなんですね。次は内省的観察です。やってみたことをちゃんと振り返る時間を作ることです。どこがうまくいった？どこが難しかったと自分で考えてもらうことで気づきが生まれやすくなるんですよ。そして3つ目が抽象的概念化です。得られた気づきから教訓を導き出すステップですね。次からはこうしてみるといいねとか、こうすれば他の場面でも応用できるんじゃないってことを考えさせることで学びが深まるんですよ。リーダーってこれまでいろんな経験をしてきましたよね。だからこそこの抽象化をサポートしてあげるのはまさにリーダーの役割なんです。本人だけでは気づかない視点や応用のヒントを伝えることで学びをもっと広げることができるんですよ。そして最後に4つ目が積極的実験です。
その教訓をもとに次の仕事や別の業務で実際に試してみるんです。そうするとまた新しい経験が生まれるんですね。そこから次の目標が生まれる。それが次の具体的経験につながるんです。このように経験学習のサイクルを回していくことで部下の方は成長することができるんですよ。ああ、なるほど。やって振り返って学んで試す。このサイクルを回せるように支援するってことなんですね。その通りです。特に若手のうちはこのサイクルを自力で回すのは難しいことも多いんですね。そのためリーダーが問いかけたり一緒に振り返ったりすることが大事なんです。なるほど、そうなんですね。今までの面談では報告だけ聞いて、はい、わかったって終わらせてることが多かったので反省しないとな。ところで、リーダーの問いかけは具体的にどうやって行えばいいんですか？例えば内省的観察であれば、その時何が一番印象に残った？何に気づいたっていう問いかけを投げるだけでも本人の中に気づきが芽生えやすくなります。気づかせるんじゃなくて、気づくきっかけを与えるってことですね。まさにそれです。気づきって他人から言われて無理やり生まれるものじゃないんですよね。自分の中でなるほどって感じた時こそ成長につながるんです。なるほど。じゃあ次の面談ではまず、最近どんなチャレンジがあったって聞いてみようと思います。もしチャレンジすることに戸惑っている様子だったら、この経験学習モデルの話をしてみようかな。行動することで学びのサイクルが生まれるんだよって伝えて、チャレンジするモチベーションを高めてもらえたらいいなって。それすごくいいですね。理論があると納得もしやすいですし、ただ頑張ってっていうよりもずっと伝わりやすくなりますね。やってみていいんだって思えるだけで一歩踏み出せる人って多いですからね。はい、今回の動画いかがでしたでしょうか。リーダーの皆さんはマネジメントが重要ということはご存知かと思いますが、心理学が部下のモチベーションをアップさせるために活用できるということは知らなかった方も多いのではないでしょうか。本の著者もこの本をきっかけに心理学に興味を持たれたら、ぜひ脳と心をフル回転させてメンバーと向き合ってくださいとおっしゃっております。人の気持ちがわからないリーダーや管理職の方には残念ながら部下はついてこないんですよね。しかも部下はあなたは人の気持ちがわからないとは言ってくれないんですよ。だから自分でも気づけないんですよね。自分は大丈夫と思っている方もぜひ一度この動画をきっかけに心理学をマネジメントに活かせていただけたら私も嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。